はい、皆さん、こんにちは、次郎です。本日も私のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。さあ、始まりました。本日も私のポッドキャストが、皆さんは最近、どんな一日を過ごしていますでしょうか？どんな毎日を過ごしていますでしょうか？このポッドキャストを聞いている方って、日本に住んでいる方の割合ってどんくらいなんですかね。結構ね、日本に住んでいる方も聞いてくれてると思うんですよね、このポッドキャスト。はい。で、僕はですね、最近ちょっとテンションが低いですね。最近テンションが低いですね。はい。ちょっと今テンション高いんですけど、最近の季節は比較的テンションが低めです。はい。それにもね、理由があるんですよ。理由があるんですよ。どんな理由か知りたいですか？っていうか、どんな理由か当てられますか？なぜ僕のテンションが最近低いんでしょうか？理由は簡単ですね。はい。天気です。天気のせいで僕のテンションが低いです。で、僕のテンションって、あのー天候によって結構左右されるんですよ。でね、前、別のポッドキャストでも話したんですけど、日本は6月になると梅雨っていう季節に入ります。梅雨っていう季節というか、梅雨っていう時期に入ります。で、梅雨という時期はですね、もうずっと雨が降ってるんですよ。なかなか晴れないんですよ。で、僕、晴れが大好きなんですよね。晴れが大好きなんですよ。太陽大好きなんですよ。だからね、雨が降っている時期っていうのは僕にとっては地獄ですね。はい。僕の体調って結構天候に左右されるんですよ。僕の体って結構便利で、体がちょっとだるいなっていう時があったら、だいたい曇りか雨ですね。うん。決して、外の様子を見ることができなくても、自分の体の、状態で、どの天気かっていうのを当てられます。すごいですよね、この能力。で、日本にはね、低気圧だと、頭痛がひどくなったりする人は結構いますね。だから天候に左右される人がいますね、結構日本には。これって日本だけなんですかね。海外でも、低気圧の日に体調が悪くなったりすることってありますか？どうなんでしょう。これって日本人特有の現象なんですかね。だからね、天気は大事なんですよ、僕にとって。あと、温度も重要ですね。僕って、冬か夏どっちか選べって言われたら絶対に夏を選ぶんですよ。理由は暖かいからです。僕昔からいろんなスポーツやってきたんですけど、やっぱり夏が一番いいですよね。どんなスポーツやるにしても、夏の暖かい気候の方が、より良いパフォーマンスを発揮できますよね。体が動かしやすいですよね。それに比べて冬は、体が動かないですよね。だからね、冬嫌いなんですよね。あと、温度が重要じゃないですか。温度によって左右されるのって他にもあると思います。代表的なので言うと、朝の起きる時間帯ですよね。朝起きるときに冬だとベッドからなかなか出られない。あれ辛いですよね。皆さんも同じような悩みありますか？夏はね、すぐにベッドから出て起きることができるんですけど、冬はね、本当にベッドから出るのが苦痛で仕方ないですよ。そう。
だからね、冬の方が、だから冬よりも夏の方が絶対にいいです。で、雨や曇りよりも晴れの方が僕は大好きですね。はい。で、この日本の梅雨っていう時期なんですけど、7月の上旬まで続きます。はい。だからね、約1ヶ月間、僕はテンションが低い状態で過ごさなきゃいけないんですよ。かわいそうでしょう。かわいそうでしょう。ね。だからね、早く7月になってほしいですね。7月になったら、季節も夏になるじゃないですか。だから、最高ですよね。最高な時期があと1ヶ月したらやってきますよ。はい。皆さんは夏と冬どっちが好きでしょうか？で、皆さんが住んでる国にも、日本でいう梅雨みたいな時期ってあるんですかね？雨がたくさん降る季節はありますか？国によってはありますよね。例えば東南アジアだと、スコールとかがありますよね。あれは時期じゃないのかな？あれは時期じゃなくて現象のことか。なんか、たくさん雨降る時期ありますよね、国によっては。だからね、僕は、梅雨の間だけ、どこか別の国にいたいですね。日本にいるとさ、ずっとどんよりした天気が続くからさ、気分が落ち込んじゃうんだよね。だけど、ね、ずっと雨なんですけど、たまに晴れる日もあるので、そういう貴重な晴れた日には、外に出て何しようかな。外に出てなんかアクティビティをしたいなって思ってます。体を動かしたいなって思ってます。はい。で、さっき僕は、スポーツっていうことを言ったんですけど、今日は何を話そうかなって考えてたんですけど、スポーツについて話そうかなって思います。はい。スポーツって人類なら誰もがやったことあることですよね、多分。スポーツやったことないっていう人いますか？スポーツ楽しいですよね。はい。で、皆さんは、これまでの人生で、どんなスポーツをやってきました？どんなスポーツが皆さんの国では人気ですか？日本でもね、いろんなスポーツが人気なんですけども、僕はね、その中でもいくつかのスポーツをやったことがあります。はい。でね、まず、日本で、一番人気と言っても過言ではないスポーツの2つを紹介したいと思います。皆さん知ってますか？日本で最も人気のあるスポーツ2つ。まず1つ目はサッカーです。サッカーはどの国でも人気ですよね。なんでサッカーってあんなに人気なスポーツなんですかね？サッカーってちょっと人気すぎじゃないですか？やっぱり皆さん、球を足で蹴るのが好きなんですかね？はい。で、もちろん日本でも大人気のスポーツです。はい。でサッカーはね、実は、僕はあまりサッカーの試合は見ません。うん。ただ、たまに僕もサッカーの試合を見る時があります。どんな時期かわかりますか？いつ僕がサッカーを見るのかというと、ワールドカップの時です。逆に言うと、僕はワールドカップの時しかサッカーは見ません。はい。僕はワールドカップの時期だけサッカーを見ます。なぜ僕がワールドカップの時期だけサッカーを見るのかというと、日本の代表チームを応援するためですね。はい。僕、クラブチームの試合とかはあまり見ませんね。ただ、日本代表の試合は見ます。はい。で、最近はね、日本の代表チームが結構強いんですよ。歴史的に見ても強いんですよ。で、僕が子供の頃っていうのは、
日本は世界ランキングでも、確か、50位とか40位とかそこら辺だったと思うんですよ。ただ最近はね、世界ランキングがすごい高いんですよね、日本代表の。ちょっと今見てみますね。日本代表のサッカーの、世界ランキングを見てみましょう。はい、今調べました。今の日本の代表チーム、サッカーの日本代表チームの世界ランキングは今15位です。15位ってすごくないですか？世界ってさ、確か200カ国ぐらいあるよね。その200カ国の中の15位ですよ。日本代表が。だからね、今日本代表って、日本代表の歴史の中でも、だいぶ強い方の、チームだと思います。で、アジアのチームでこれだけ、えーランクが高いのも結構珍しいと思うんですよね。えーっと、今の、サッカーの世界ランキング、第1位がアルゼンチンです。で、第2位がスペインで、そっから先はフランス、イングランド、ブラジル、オランダ、ポルトガルと続きます。で、これを見る限りね、ほとんど南米のチームかヨーロッパのチームが、上位にいますね。世界ランキングの。で、日本が15位なので、でね、この15位の日本以外にね、上位にいる、アジアのチームが何があるのかというと、18位にイランがいますね。イランってアジアの地域として考えて大丈夫ですか？いや、アジアって広いから、どこからどこまでがアジアなのかっていうのが僕ちょっとあんまり把握してないですね。イランってアジアの地域の国でという認識で大丈夫なんでしょうか？これ人によって考え方違いそうですね。とにかく18位にイランがいます。で、23位に韓国がいますね。だから今、多分歴史上でも比較的アジアのチームが強い時期なんですかね。はい。僕はあまりサッカー詳しくないので、わからないんですけど、今の日本の代表は結構強いということだけは把握してます。はい。皆さんの国の代表チームの世界ランキングは今何位でしょうか？ぜひコメント欄に書き込んでください。はい。で、サッカーは本当に人気のスポーツですね。僕も子供の頃はサッカーをやろうとしましたね。僕が仲が良かった人でサッカー部に入っている人が結構多かったんですよ。で、僕が小学校2年生の頃、つまり僕が8歳の頃にサッカーチームに入りたいなって思ったんですよ。で、僕が住んでた地域にもちろんサッカーチームもありました。で、サッカーをやっている友達も多かったです。なので、仲良い友達がサッカーをしてたので、僕もサッカーをやりたいと思いました。で、親にね、サッカーやりたいよって言ったんですけど、やらせてくれなかったですね。なんかちょうど、その頃、僕の家族は忙しい時期で、忙しい時期でした。なぜ忙しい時期だったかっていうと、引っ越しを控えていたからです。で、その次の年に僕は別の地域に引っ越しました。なので、どうせ引っ越すから、サッカーチームに入る必要はないよって多分親は思ってたんだと思います。で、なので僕はその8歳の時にサッカーチームに所属することなく新しい地域に引っ越しました。はい。でもね、本当にサッカーやりたかったんですよ。
サッカーやりたかったんですけど、できなかったです。ただ他にも、僕の親が、僕がサッカーをやることを許可しなかった理由っていうのは他にもあります。一つは、親の負担が増えるということですね。サッカーチームに所属してしまうと、土曜日と日曜日が忙しくなるんですよ。うん。で、僕のお父さんなんかは平日は働いているのに、土日は、子供のために試合を見に行かなかったりしないといけなくなるんですよ。だから、えーっと、僕の親は僕にサッカーをさせてくれませんでしたね。あとはね、お手伝いとかがかなりめんどくさいらしいんですよね。まず、サッカーをするだけでも、練習着を選択しなきゃいけなかったりとか、あとはボールを買わなかったり、ボールを買わないといけなかったりするじゃないですか。で、それって全部親の負担ですよね。全部親の負担になりますよね。だからね、それが負担だなーっていうふうに僕の親は感じたんだと思います。で、僕が8歳の頃なんて、そんなこと知らないじゃないですか。親の負担とか、みじんも考えたことがないんですよ。だから、なんでサッカーやらせてくれないんだよって思ってたのを覚えていますね。だってさ、他の仲のいい友達がサッカーをやってるんですよ。僕もやりたいですよね、サッカー。だけどね、やらせてくれませんでしたね。はい。ただね、僕が7歳とか8歳の頃は、たまに、試合は見に行きましたね。地元にサッカーチームがあったので、そのチームの試合を見に行きました。でね、日本には J リーグっていうリーグがあります。J リーグというサッカーのリーグがあります。で、結構いろんなチームがあるんだよね。日本全国にたくさんのサッカーチームがあります。だからね、そのリーグに所属しているチームもたくさんあります。だから結構ファンも多くて盛り上がってるんだよね。ただ、僕はもう最近はサッカーの試合は見に行ってませんね。日本でサッカーの試合を見に行ったのは最後はいつかな。J リーグのサッカーの試合を最後に見たのは多分僕が8歳の時じゃないですかね。うん。それ以降はプロの試合は見てませんね。ただ、同じ学校のサッカー部の試合を見に行ったりはしました。あとは海外で、観光がてらサッカーの試合を見ましたね。うん。で、今は僕がサッカー部って言ったんだけど、もちろん学校でもサッカー部は本当に人気です。うん。で、僕が中学生の頃も高校生の頃も、そして大学生の頃もサッカー部の人数は本当に多かったね。それだけサッカーの人気が凄まじいっていうことなんだと思います。あとやっぱりね、サッカー人気を押し上げている要因の一つとして考えられるのがアニメだよね。うん。日本にはいくつかの有名な、サッカーアニメがあります。だから子供の頃からサッカーアニメを見てると、僕もこのスポーツやりたいって思っちゃうんだろうね。で、一番人気の日本のサッカーアニメは、キャプテン翼だよね。皆さんはキャプテン翼っていうアニメを知ってますか？結構有名なアニメだと思う。うん。だけどね、僕はキャプテン翼を見たことがありません。見たことありません、僕はキャプテン翼を。うん。皆さんはキャプテン翼見たことありますか？僕にとってはね、キャプテン翼ってちょっと古いアニメなんだよね。どちらかというと、僕の親世代が見ていたアニメなんじゃないかなって思います。うん。でもキャプテン翼って確か海外でも結構人気のアニメだよね。うん。だからね、僕も
いつか死ぬまでにはキャプテン翼を見てみたいなって思うんだけど、重い腰がまだ上がってませんね。うん。だけどね、いつか見てみたいなって思ってます。うん。でね、僕が見たことある、サッカーアニメが、稲妻イレブンっていうサッカーアニメですね。皆さんは稲妻イレブンっていうアニメ知ってますか？うん。僕の世代の人、僕の世代の日本人の男の子は、稲妻イレブンっていうアニメを見たことがある人が結構いると思います。うん。でね、稲妻イレブンは結構非現実的なアニメなんだよね。例えば、えー片手でシュートを止めたりとかあとはシュートを打つときに炎が出てきたりとか、そういうアニメです。稲妻イレブンっていうのは。うん。だけどね、それがすごい面白かったね。で、稲妻イレブンのアニメがとても人気だったし、稲妻イレブンの漫画もあったし、あとはゲームもあったんだよ。で、そのゲームもね、結構人気だった。うん。僕の友達もかなりそのゲームをやってたし、僕もね、やってました。もちろん、稲妻イレブンのゲーム。当時は、任天堂 DS のゲームだったね。で、タッチペンを使って操作するんだけど、すごいスリリングで楽しいゲームでした。で、僕も最近久しぶりに稲妻イレブンをプレイしてみたいなって思うんだけど、今一人暮らししてるこの家では、任天堂 DS がないので、実家に帰ったらやってみようかなって思います。はい。で、あとね、サッカーの話はこれまでにして、もう一つ目の、日本で人気のあるスポーツについて、説明したいと思います。もう一つ、日本で超人気のスポーツがあるんですけど、皆さんは知ってますか？どのスポーツだと思いますか？はい。じゃあ正解を発表します。正解は野球です。野球がね、日本は超人気です。そもそも野球ってどんなスポーツかもさえ知らない人いると思います。皆さん野球は知ってますか？野球はね、9人でプレーするスポーツです。1チーム9人でプレーするスポーツです。だから、最低で18人いれば、野球はゲームとして成り立ちますね。うん。でも18人集めると結構大変ですよね。そっか、でもサッカーはそれより多い人数が必要なのか。サッカーは1チーム11人だから、合計で22人必要なんですね。うわー。大変ですね、人集めるの。で、野球は、1チーム9人必要なんですけど、一人一人にポジションがあります。うん。で、攻撃の時間と、守備の時間が分かれています。はい。で、今日は詳しいルールは説明しないんですけど、基本的には、ピッチャーというポジションの人がボールを投げて、そのボールをバッターが打つというスポーツです。はい。野球ね、本当に楽しいですよ。本当に楽しいスポーツですよ。ただ、グローブっていう道具とか、バットっていう道具とかが必要だったりするので、野球をやるにはお金がかかるんですよね。だから野球って、サッカーほど、世界に浸透していないスポーツだと思います。ただ、オリンピックの競技でもありますし、一定数の人気はあるかなと思います。で、日本は確かに世界ランキング1位だったと思います。野球の世界ランキングで日本は1位。で、もちろんサッカーと同様、国内に、リーグがあります。で、毎年日本一のチームが決まるんですけど、
野球がね、とてつもなく人気なんですよ。で、一つの球場にだいたい3万人から4万人の観客が入ります。でね、毎日結構大人数の人が野球場に足を運んで野球を見ているイメージですね。はい。で、野球が、なぜ人気なのかっていうのは諸説あるんですけど、僕の中で、一つこれじゃないかなっていうことがあるんですよ。それは、ラジオで聞けるっていうことなんですね。なんかサッカーをラジオで聞くことってできるんですかね？うん。サッカーの、そのゲームの状況っていうのを、ラジオの音声だけで伝えることって難しいと思うんですけど、野球はそれがとても簡単なんですよ。えっと、野球のルールを少し説明すると、野球場には、ベースっていうものがあって、そのベースにランナーがいるかどうかで、チャンスかどうかっていうのがわかります。なので、そういった情報を音声だけで飛ばすことが簡単なんですよ。うん。だから、ラジオで音声だけで野球の、実況だったりとか、球場の音を聞いてると、それだけで試合の様子っていうのが容易に想像できます。だからね、ラジオで野球を見ることができるんですね。そう。それがね、すごい便利なんだよね。わざわざ自分の目を画面に向ける必要がないんだよ。だから僕も何か作業をするときは、ラジオで野球の実況を聞きながらすることがあります。うん。すごい便利だよね。でね、日本には合計で12チームのプロ野球チームがあります。で、それもサッカーと同様、全国のいろんな場所に本拠地を構えています。うん。北は北海道にから南は九州まで、12球団あります。はい。で、僕はサッカーにハマっていた8歳の頃に引っ越しをしたってさっき言いましたよね。で、引っ越しをした先が、とあるチーム、とあるプロ野球チームの本拠地に結構近いところだったんですよ。で、やっぱり地元のチームを応援するっていう習慣が、各地域には根付いているので、僕が引っ越した先のその地域でも、その地元のチームを応援するという風潮がありました。だからね、毎日テレビで、そのチームのプロ野球の試合を放送してるんだよ。うん。だからね、嫌でも、その野球の様子っていうのは目に入ってきたね。野球のゲームの様子っていうのは目に入ってきました。うん。でね、毎日テレビ中継、プロ野球ゲームのテレビ中継を毎日見てると、だんだんそのチームが好きになってくるんだよね。うん。だんだんそのチームのことが好きになってきます。で、いや、僕もそのチームの試合を現地に行って見てみたいなっていう思いが強くなります。だから、家族で見に行きましたね、野球の試合を。すごい楽しかったな。で、結構ね、現地で見る野球の試合って迫力があるんですよ。迫力がある。うん。特に、ピッチャーが投げる球がすごい速いし、ホームランで、スタンドに、ボールが、バッターが打った打球が入った時は、超盛り上がりますね。で、これは日本のスポーツ独特の文化かもしれないんだけど、サッカーであれ野球であれ、日本人はすごい声を出して応援します。っていうか、そのチームの応援歌っていうものが存在します。だから、チームの攻撃中は常に歌を歌っている状態ですね。でもね、これ結構楽しいんだよね。うん。でね、それ結構外国人の方にとっては、
異様な状況に見えるかもしれない。だって野球の試合を観戦してるのに、スポーツの試合を観戦してるのに、ずっと見てる側が歌ってるっていうことだからね。ちょっと異様な光景だよね。だけどね、それが結構楽しいんだよ。観客で一体になったっていう感じがするね。うん。ただ、絶対に歌わなくちゃいけないっていうことではないから、歌いたくないっていう方も、野球場で試合を見ることはできます。うん。でね、野球場に行くと、一部のエリアは熱狂的なファンが、すごい多くいるエリアだから、もし声を出したくないよっていう人がいたら、しっかりとどのエリアが、プロ野球ファン、プロ野球の熱狂的なファンが多いエリアなのかっていうのを調べてから行くといいと思います。はい。だけどね、日本の野球の試合っていうのはやっぱりその応援歌もあるし、あとすごい人気なスポーツだから、ぜひ、その試合を見に行くのをお勧めします。はい。でも野球の試合を今まで見たことがない人だったら、そのルールを理解するのに、少し時間がかかってしまうかもしれないから、事前に野球の試合を見に行く前に、ルールを少しでも、えー理解してから行くのがいいなと思います。そうじゃないと、どういった状況がチャンスで、どういった状況がピンチなのかっていうのがわからないからね。はい。だから、野球の、試合を日本に見に行くときは、野球のルールを理解してから行きましょう。はい。そう。で、僕は野球に9歳ぐらいの頃かな、ハマったんですけど、もちろん自分でも野球やってみたいなって思いましたよ。はい。野球やりたいなって思いました。ただ、その時も僕の親は野球しちゃダメだよって言ってきました。実は野球部の体験入部には行ったんですよ。で、その頃、僕の友達で野球部に入っていなかった2人がいたんで、その2人を誘って、その野球部の体験入部には行きました。ただ、親が行くことを許してくれませんでした。体験入部には行ったんですけど、野球部に入ることは許してくれませんでした。で、僕は野球部に入れなかったんだけど、僕と一緒に体験入部に行った二人は野球部に入ってましたね。はい。そう。だからね、なんかちょっと悔しかったのを覚えてますね。で、僕の親が、僕に野球部に入っちゃダメだよって言った理由は、さっき僕がサッカー部に入れなかった時と同じですね。やっぱり野球って負担が大きいんですよね。サッカーも同じだけど、え結構土で汚れるスポーツなんですよ、野球っていうのは。スライディングをする場面が本当に多いスポーツです。なので、えーユニフォームが土だらけになるんですよね。で、しかも汗もたくさんかきます。だから、そのユニフォームを洗わないといけないのは僕の親なので、親への負担がすごいでかいですよね。そう。だから、そういったこともあって、僕の親は野球もやらせてくれませんでした。うん。あとやっぱり試合の日とかになると、えっと、自分が所有する車で野球部のメンバーを迎えに行かなきゃいけなかったりとか、あとは差し入れをチームに持っていかなきゃいけなかったりとか、いろいろやらなきゃいけないことがあるんですよね。だから、僕の親が僕に野球をやらせなかったっていうのは結構理にかなってるとは思いますね。で、今考えると、僕が、逆の立場だったとしても、え野球は子供にやらせたくないですね。だって結構、親の負担が大きそうじゃないですか。うん。
だから、中学生になってからかな、自分の子供にスポーツをやらせるとしたら、そうだと思います。で、サッカーも野球も僕は、できなかったんですけど、唯一小学生の頃に、やらせてくれたスポーツがありました。はい。どのスポーツだか皆さんわかりますでしょうか？それはですね、水泳です。水泳を僕は小学生の頃、習っておりました。水泳はね、サッカーと野球と同様、僕は水泳やりたいよっていうことを親に伝えてました。で、やっぱり泳げないとちょっとかっこ悪いじゃないですか。例えばプールとかに行ったりして、自分が泳げないってなると、恥ずかしい気分になると思います。だから、僕の親は僕に水泳をやらせてくれたんですかね。で、僕はね、小学2年生の頃から小学5年生の頃まで続けたんで、だいたい3年間ぐらい水泳をやってましたね。で、一応4種目全部泳げるようになりました。4種目というのは、クロール、背泳ぎ、平泳ぎ、あとバタフライですね。この4つは僕は泳げるようになりました。ただね、スピードが遅かったですね、僕は泳ぐ。泳ぐスピードが遅かったです。はい。だから大して早く泳ぐことはできなかったんです。早く泳ぐことはできなかったんですけども、全種類泳げるようになったので、水への恐怖心というものはなくなりましたね。はい。ただ、海で泳ぐのと、プールで泳ぐのって全然違いますよね。はい。で、僕ってあまり海で泳いだりはしないんですよ。ただ前ですね、すごい辛い時がありました。シュノーケリングを海でした時は、ちょっと辛かったですね。あの、海で泳ぐのって辛くないですか？海で泳ぐのって大変ですよね。僕はそれをね、実感しました。うん。あの、シュノーケリングで海を泳いだ時、僕、酔って気持ち悪くなっちゃったんですよね。その時なんでシュノーケリングをやってたかっていうと、沖縄の綺麗な海に行って、サンゴ礁を見るために、シュノーケリングをしました。で、一回泳いだだけで、すごい気持ち悪くなっちゃったんですよ。あの、下を見ると美しいサンゴ礁の景色が広がってるんですけど、だけど、気持ち悪いなっていう思いが、シュノーケリングをする時間が長くなれば長くなるほど強くなってきました。だから、その後はね、冬に船に上がって休んでましたね。せっかく美しいサンゴ礁を見るチャンスなのに、僕は船の上に上がって休んでました。で、自分にちょっと失望しましたね。だって、小学2年生の頃から3年間も水泳を習って、で、立派な大人に成長したのに、海に入ると酔ってしまうんですよ。そう。だから、プールで泳ぐのと海で泳ぐのって全然違うんだなっていう風に、その時実感しました。はい。で、サッカーと野球を僕の親は、僕にやらせてくれませんでしたが、水泳はやらせてくれました。その理由は簡単ですよね。さっきから再三説明してますよね。水泳って、親への負担が少ないですよね。サッカーや野球と比べて。まず、土で練習着が汚れることがありません。必要なのは、水着とゴーグルと帽子だけ。で、プールから上がったら、もちろん
タオルが必要になりますけど、野球とかサッカーと比べて、必要なものが汚れません。はい。しかも、必要なものが少ないです。だから、家の中で、かさばりません。うん。だから、僕の親は、僕に水泳をやることは許可してくれましたね。ただ僕が親になったとしても、水泳はやらせますかね。やっぱり泳げるっていうことはすごい重要だと思うんで、水泳はやっていて損はないかなっていうふうに思います。はい。で、小さい頃から水泳をやってる人って結構多いと思いますね。それこそ野球とかサッカー並みに、習い事としてはやってる人が多いスポーツだと思います。で、その後僕は13歳になって中学生になりました。はい。で、日本って中学生と高校生の部活動がすごい盛んなんですよ。だからその時期にから何かしらスポーツを始めるっていう人が多いと思います。で、僕も新たなスポーツを始めました。はい。何のスポーツを始めたかというと、バスケットボールです。はい。バスケットボールを始めました。もともと僕のお父さんが、バスケットボール経験者だったので、心のどっかでバスケットボールもいつかやってみたいなって思ってました。なので、僕が13歳になって、始めたのがバスケットボールです。ただ、他にもバスケットボールを選んだ理由はあります。大きな理由の一つが、経験者が少なかったっていうことですね。で、バスケットボールって、一人チームあたり5人がコート上に出て、プレイするスポーツです。だから、一度にコートの上にいる選手の数は10人です。で、ということは、5人しか一度に試合に出れないということじゃないですか。で、たくさん試合に出たいけれど、ライバルがいっぱいいる状況の中で、いかにして試合に出るかっていうことを考えてたんですよ。で、実はバスケットボールを小学生の頃から経験してる人って、野球やサッカーと比べたら少ないと思うんですよね。うん。さっき言ったみたいに、小学生の頃から野球とかサッカーをやってる人って結構います。ただ、それと比べると、小学校の頃からバスケットボールをやっている人っていうのは少ないと思います。だから、初心者の人が多い分、自分も試合に出れるチャンスがあるって僕は思いました。で、サッカー部に、間違えた。バスケットボール部に入りました。はい。いやー、バスケットボールもね、そこから僕は6年間やりましたね。中学校の3年間と、あとは高校生の頃の3年間の合計6年間バスケットボールをプレイしました。で、高校を卒業した後も、たまにバスケットボールはやってますね。僕も3ヶ月前ぐらいにバスケをしました。はい。で、バスケットボールは、野球やサッカーと比べて、えーまあ、経験者が少ないっていう話をしたんですけど、それと同時に、経験者のうまさが段違いなんですよ。うん。で、僕が所属していたチームは、経験者がほとんどいなかったんですけど、対戦するチームで、小学校の頃、バスケットボールをやってましたっていう人がいるチームが結構ありましたね。で、そのチームっていうのは、高校生、間違えた。小学生の頃から、バスケットボールを、やってるので、すごい、ボールさばきが上手いんですよ。超上手いんですよ。だから、
ドリブルをするにしてもなかなか相手からボールを取られないし、ということで、小学校の頃からバスケを経験してる人は、強いなっていうふうに僕は常に思ってましたね。で、バスケットボールって身長がとても重要なスポーツじゃないですか。そのバスケットボールのゴールであるバスケットは結構上の位置にあるので、身長が高い選手っていうのがすごい重宝されます。で、プロのバスケットボールリーグに所属しているチームだと、身長が高い人で2メートルを超えてる人はたくさんいますよね。で、僕も日本ではそんなに身長が低くない方なんですよ。はい。どちらかといえば身長が高い方なんです。で、バスケットボールって結構身長の高さによってポジションが決まることが多いんですね。で、僕は日本では比較的身長が高い人でも任されるポジションにつくことが多かったです。ただ、びっくりしたのは僕がヨーロッパに留学しに行った時ですね。僕日本だと身長が高い方なのに、向こうで、向こうだと一番小さかったですよ。ヨーロッパだと僕の身長がそのバスケットボールチームの中で一番小さかったです。だから日本でプレーするときとポジションも違いました。はい。だからびっくりしましたね。こんなに国によって身長って変わるんだって思ったのは覚えてます。はい。で、バスケットボールを6年間やったんですけど、その後、大学に入ってからは、何のスポーツもやらなくなりました。はい。で、日本ではね、バスケの人気、バスケットボールの人気は例年高まってきてると思います。で、確か、10年くらい前に新しい、バスケットボールのリーグが誕生しました。B リーグっていう名前なんですけど、結構な高頻度で、プロのバスケットボールのチームの対戦が行われています。でね、僕もそんな B リーグの試合を、何回か見に行ったことがあるんですけど、やっぱり迫力がすごいですよね。学生がやるバスケットボールとはやっぱり格が違う迫力の大きさですよね。あとは最近の、日本でのバスケ人気が過熱している、他の理由として考えられるのが、日本代表が強くなってきたことです。はい。これはサッカーと同じですよね。で、もともとバスケットボールって日本ではあんまり人気なスポーツではなかったです。ただ、何人か NBA でプレーできる日本人選手が増えてきたので、その影響で、日本のバスケ人気が高まってきました。あとは、やっぱりサッカーと同じように、漫画とかアニメの影響も大きいと思います。で、僕はあまりアニメを見る方じゃないし、あまり漫画を読む方でもないから、バスケアニメは今まで見たことありません。見たことないです。はい。ただ、スラムダンクっていうアニメとか、あとは黒子のバスケっていうアニメとか、いくつか有名な、バスケットボールのアニメが日本にはあります。でね、海外でも有名なバスケットボールのアニメはたくさんあるんじゃないかなって思います。特にスラムダンクなんかは本当に人気なアニメだと思います。皆さんはスラムダンクを見たことがありますか？あの日本の、え神奈川県の南の方の地域に湘南っていうエリアがあるんですけど、
あそこのエリアには、スラムダンクのモデルとなった場所とか、スラムダンクのモデルとなった学校があるので、結構外国人観光客の方が多いです。で、僕が高校生の頃、そのエリアに行った時は、たくさんの、台湾人の方がそこにいました。そのことをよく覚えてます。スラムダンクってこんなに人気なんだって思ったのを覚えていますね。うん。だから、バスケ人気は、年々高まってきてるはいるんですけど、僕個人の感想としては、見る分には、サッカーの方がバスケよりも楽しいなっていうふうに思いますね。バスケって結構力と力の差が如実に出るスポーツだと思っています。で、バスケのゲームには、えっと、4つのクォーターがあります。だけど、だから第1クォーターから第4クォーターまであります。だからゲームの時間が4つに分かれてるんですよ。で、分かれた時間の間に休憩の時間があります。で、バスケは力の差というものが如実に出るスポーツなので、第1クォーター、第1ピリオドの時点で勝者が分かってしまうことがあります。例えば、すごい強いチームとすごい弱いチームがあったとしたら、第1ピリオドの時点で20点差がついてしまったりすると、もう勝負ついたなっていうふうに思います。ただ、サッカーっていうのはバスケと比べて結構ロースコアじゃないですか。1対1とか1対0とか、2対1とか、そういった点数になることが多いと思います。だから、試合の最後の最後まで、もしかしたら点が入る、もしかしたら点が入るんじゃないかっていうワクワクを味わうことができると思います。対してバスケは、たくさん点数が入るスポーツなんですよ。で、最終スコアが、例えば100対30とかになることもあります。で、だいぶ点差がつけられてしまうと、もうこれでは追いつけないなっていう気持ちになるわけですよ。ってなると、ゲームを見てても楽しくないなとは思います。ただ、点差がとても狭いとても緊迫したゲームだと楽しいです。はい。だからね、そういった、えっと、特性もあって、バスケはまだサッカーほど人気のスポーツになれないのではないかなっていうふうには思いますね。うん。でもバスケも世界という単位で見れば結構人気なスポーツですよね。やっぱり NBA チームとかの影響が大きいんですかね。でもやっぱり、アメリカっていいスポーツリーグたくさん持ってますよね。だってさ、バスケットボールだったら NBA があるし、野球だったら MLB があるんですよ。で、そんな世界一のリーグがアメリカに全部集まってるのが正直羨ましいです。うん。で、日本の野球界の、市場規模っていうのは昔と比べてあまり成長してなくて、その代わり、えー野球、の、市場規模はアメリカのメジャーリーグベースボールだと結構大きいです。で、選手がもらえる、そのお給料も雲泥の差があります。で、これは最近日本での野球人気が爆発している理由の一つなんですけど、
それは大谷翔平です。皆さん、大谷翔平っていう人物は知ってますかね？大谷翔平を知らない人、知らない日本人は多分いないと思うんですけど、海外に住んでいる皆さんなら、知らないと思います。大谷翔平っていうのは、今、アメリカの MLB でプレーする、日本人の野球選手です。でね、この大谷翔平って、とてもすごい人なんですよ。えーまず、普通野球をやる人っていうのは、自分がバッターになるのか、ピッチャーになるのかっていうのを決めないといけません。普通、ピッチャーをやる人は、バッターにはなりませんし、普通、バッターをやる人は、ピッチャーにはなりません。ただ、その大谷という人物は、その常識をひっくり返したんですよ。その大谷翔平という、プロ野球選手、今、メジャーリーグでプレーしている日本人のプロ野球選手は、ピッチャーもバッターも両方やるんです。で、しかも、ピッチャーとしても、バッターとしても、世界で最高レベルの成績を残してるんですよ。はい。で、これまでの歴史上、そんなにメジャーリーグに活躍した、選手っていうのは大谷以外いませんでした。だから、今は本当に1000年に一度の逸材が出てきたぞっていうそういう気分で、日本人はその大谷翔平の活躍っていうのを毎日見てます。はい。で、その大谷翔平って結構顔もハンサムなんですよ。だから、老若男女、誰にでも人気だし、いろんな会社の広告塔をやってますね。この前、僕モールに買い物しに出かけたんですけど、その大谷翔平選手の顔、モールで3、4回は見ましたね。そう。全部、別の会社なんだけど、たくさんの会社の、イメージキャラクターを大谷翔平が務めてるから、モールを一周するだけで3、4回大谷翔平を見ます。で、全部違う写真です。で、すごいですよね。で、大谷翔平は、もらっている金額もとても大きいです。大谷翔平がもらっている、給料は、えー10年間で確か1500億円近かった気がします。1500億ってとっても大きな数字ですよね。1500億というと、普通に考えると、大きな会社が動かす数字ですよね。あとは国家が、動かすような莫大なお金の量じゃないですか。1500億って。で、そんな、巨額の、給料を大谷翔平選手はもらっているっていうことになります。で、昔は日本もアメリカと日本のプロ野球リーグでもアメリカと似たような、高額な、えー給料というものを選手たちに出すことができていました。ただ、その当時は高額といっても、年間3億円とか5億円とかそういう感じでした。ただ、この2、30年の間にアメリカの、プロ野球市場の成長というものが著しくて、で、さらに日本の野球市場があまり成長しなかったので、今はその給料にすごい大きな差が出ています。だからね、日本で活躍する選手っていうのは、多くが、アメリカのメジャーリーグのチームに移籍してしまいますね。はい。で、だからね、今ね、結構多くの日本人選手がアメリカで野球をプレイしてます。で、この状況って日本人としては少し悲しいんだよね。だってさ、日本だと給料が
あまり多くもらえないから海外に行くっていうことじゃん。で、本当ならさ、日本人に残ってほしいじゃん、日本に。そう。だから結構悲しい状況ではあるんだけど、現状では、えー日本で活躍したすごい選手っていうのはアメリカに行って、えー高い給料をもらうことに成功しております。はい。それが日本の野球の事情でした。はい。ということで、本日、スポーツについていろいろ喋ってきたんですけども、皆さんのお気に入りのスポーツは見つかったでしょうか？っていうか皆さんすべてのスポーツについて知っていましたでしょうか？ぜひ、コメント欄等に皆さんが一番好きなスポーツを書いていただけるとありがたいです。はい。本日は、時間が来てしまいましたので、これで今日のポッドキャストは終わりにしたいと思います。皆さん本日もポッドキャストを聞いてくださりありがとうございました。また次回も、よろしくお願いいたします。それではこれで終わりにします。バイバーイ。